今回は胸、脇、腕の筋肉をほぐして伸ばして動かして二の腕痩せしていきます。まず一つ目の痩せポイントは順番。付け根である胸、脇が硬いといくら腕をほぐしても流れが良くなってくれないので、まずは胸、脇をほぐしていきます。ということでまずはローラーを横向きに置いて四つ倍の形になります。下半身、足を右の方に倒して左の鎖骨の下ですねをローラーに乗せるように軽く下向きになります。この形、このままちょっと上下にコロコロと細かく転がって肩の前側から鎖骨の下のあたりをほぐしていきます。この時鎖骨は押さないように、ほぐさないようにその下の部分を狙って緩めていきましょう。あと注意点としては、この形、胸とか脇をほぐすと結構内出血しやすいです。僕は気にせず、すぐ消えるんで気にせずやってるんですけど、そういうのが気になる場合はこの辺は避けた方がいいと思います。次に脇ほぐします。左腕を上げて脇の中をローラーに乗せる。このまんま上下に細かくコロコロと転がっていきます。脇の中の硬いゴリゴリするっていうポイントを探しながらほぐしていきましょう。脇の中でもちょっと上の方ですね、ここゴリゴリポイントです。液化リンパ節ほぐしてあげるとこの腕の流れがすごい良くなってくれるので二の腕痩せに効果的です。ちょっとだけ体を後ろに傾けて脇のこのつかめる部分、ひだの部分ですねを乗せて上下に細かくゴロゴロと転がります。ここも腕の付け根かなり硬くなりやすいポイントなのでしっかりとほぐしていきましょう。結構ね痛いですよね。であまり痛すぎると痛みが残ってしまったりもするので、そういった場合はこうやって乗せるだけとか体重の乗せ具合を調整するとか楽な風に緩めてあげてください。で体さらに後ろに傾けて腕の付け根後ろ側を細かくコロコロと転がります。この時特に力は必要ないので、本当にこの腰、足で体支えながらコロコロ転がる感じですね。ちょっとやってると首が疲れてくるので頭をこうやって立つよくした状態でやるのがおすすめです。個人的にはここが一番痛いです。で胸、脇ほぐしたら次に腕をほぐします。まずは上腕三頭筋、ローラーちょっとずらしてこの二の腕ローラー乗せた状態でゴロゴロと転がります。ここも痛いですね。慣れないうちはこんな感じで細かく転がってあげる。慣れてきたらこう大きくゴロゴロとほぐしてあげてもいいです。でさらに慣れてきたらちょっと角度を変えながらちょっと外側の方をほぐしたりとか内側の方をほぐしてあげるとより二の腕全体がほぐれて緩んでくれます。最初のうちはちょっと難しいと思うので細かくほぐしてあげましょう。筋肉硬くなるとね、そこにどんどん老廃物が溜まって脂肪とかむくみがどんどん溜まっていってしまうので、しっかりとほぐして流していきます。で次に下半身を下に向けてこの上腕二頭筋力こぶをローラーに乗せます。この形、このまんまこう上下にコロコロと転がります。下に向けるって言いながらちょっと横に向いてますね。楽な風なやり方でこう細かくほぐしていきましょう。この辺はちょっとコツがいるかもしれないですね。下半身は動かさずに上半身をこうやって動かす感じです。ここも最初は細かくほぐしてあげて慣れてきたらちょっと大きくほぐしてあげてもいいです。で上腕二頭筋力こぶの筋肉がぎゅーっと縮んで硬くなると上腕三頭筋二の腕が伸びて硬くなる、要はたるんでしまうので、こんな感じで二頭筋力こぶもほぐしてあげると二の腕が引き締まりやすいです。次に反対側ほぐしていきましょう。下半身を左に倒して右の鎖骨の下をローラーに乗せます。この状態でこう上下にコロコロと転がるだけ。この鎖骨は刺激しないように鎖骨の下から肩の前側をほぐすイメージですね。この手の形は多分下の方がいいかもしれないです。その方が肩の前側まで当たって痛いです。しっかりとほぐしていきましょう。僕は断然右の方が痛いですね。硬い方があればちょっと多めにほぐしてあげるのもおすすめです。次脇です。腕を上に上げてそのまま上下にコロコロ脇の中を細かくほぐしていきます。ここ硬いなっていう思う部分、脇でもちょっと上の方ですねを狙ってほぐしてあげるとリンパの流れが良くなってくれます。腕を使っている時間が長い方はね、
どうしても硬くなりやすいので、しっかりとこんな感じでコロ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 とほぐしていきましょう。で、脇のちょっと後ろ側をこう細かくゴロゴロとほぐす。脇のひだですね、こうやってグッて掴める場所を当てて細かくゴロゴロとほぐす。筋肉は付け根をほぐすと緩みやすいので、こんな感じで筋肉の付け根を緩めてあげると腕全体が緩んでくれます。無理のない範囲で緩めてあげてください。で、さらに体後ろに倒して腕の付け根の後ろ側をローラーに乗せて、そのまんま上下に細かくゴロゴロとほぐしていきます。コロ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 。ここがね、痛くて笑っちゃいます。でもほぐしてるとだんだん緩んでくるので、僕は最近サボってるんですごい痛いんですけど、二の腕太りが気になる方はしっかりと毎日ほぐしてあげてください。で、脇ほぐしたら次上腕三頭筋、腕です。ローラーに二の腕を乗せて上下に大きく細かくゴロゴロと転がっていきます。やりやすい方で細かくほぐすのが最初は簡単だと思うので、細かくゴロゴロとほぐしていきましょう。で、ちょっと角度を変えながら、ここの辺硬いなと思う部分を探しながら細かくゴロゴロとほぐす。で、細かくほぐしている人はちょっとずらして肘の上の方も細かくほぐします。で、こうやってゴロゴロするのって難しい場合はもうこうやって乗せてるだけでも全然大丈夫です。本当に疲れちゃうと思うので、楽にほぐすことを意識します。体を下に向けて上腕二頭筋をコロコロとほぐしていきます。この辺もね、腕の付け根に近い部分からその末端にかけてほぐしていくと、より二の腕痩せしやすくなります。腕を使う動作ではとにかく肘をずっと曲げているので、上腕二頭筋が短縮、短く硬くなってしまいます。なので後で伸ばしていくんですけど、まずはほぐしていきましょう。じわ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 。意外とね、見落としがちですけど、しっかりと二頭筋もほぐしてあげてください。で、こんな感じでほぐしたら次ストレッチしていきます。ローラーをどかしたら左下横向きになったら左肘を後ろに引く。この状態で左側頭部、床、手の甲について上の足をちょっとだけ後ろに引きます。そんな大きく引かなくても大丈夫です。ここから体をちょっと前にずらしてあげる。そうするとこの左の胸が伸びる感覚があると思います。このまま深呼吸で、伸びにくい場合はちょっと体の位置とか腕の位置を調整してあげる。ちょっと前にずらすと伸びやすいと思います。で、それでも伸びない場合は上の足を後ろにぐーっと引いてあげたりとか、多分普通硬い人とかはこの体勢だけでも十分伸びてくれると思います。深呼吸を繰り返してしっかりと緩めていきます。で、十分伸びたなと思ったら左腕、肘を伸ばしてさらに体を前にずらす。で、ちょっと上の足をちょっとだけ後ろに引いてあげる。そうすると左の腕、上腕二頭筋、力こぶがじわーっと伸びてくれる感覚があります。フレンチプレスとかね、この二の腕の筋トレする方とかもまずはこの二頭筋を緩めてあげる。そうすると三頭筋、二の腕を使いやすくなるので、その筋トレの効果もアップします。まずは伸ばす、ほぐして伸ばすことを意識します。で、反対側も同様に伸ばしていきましょう。右下で横向きになったら右の肘を後ろに引く。右側頭部を床もしくは手の甲について上の足もちょっとだけ後ろに引きます。で、体を前にずらして深呼吸を繰り返す。で、体の位置を調整してこの辺、この角度伸びるなっていう部分を探しながらしっかりと伸ばしてあげましょう。胸の筋肉が縮んでしまうとそれだけ巻き肩が前に入ってきてしまうので、その胸脇周りのリンパの流れも悪くなります。それもまた二の腕太りにつながるので、しっかりと胸を伸ばして肩を開いていきましょう。次、右肘を伸ばして体をちょっと前にずらす。上の足をちょっと後ろに引く。深呼吸を繰り返して上腕二頭筋、力こぶを伸ばしていきます。伸びにくい場合はこの角度ちょっと上側にこう伸ばしてあげると二頭筋伸びやすいと思います。伸びる角度を探してあげてください。で、胸の筋肉、上腕二頭筋、力こぶともつながっているので、二頭筋伸ばすとより胸
が伸びて肩が開きやすくなってくれます。最後エクササイズ行っていきます。右腕を前に戻したら右下横向き、右足を下へ伸ばして左足膝の内側を床につけるように曲げます。ここから左肘を後ろに引きながら伸ばす、戻しながら曲げる、引きながら伸ばす、戻しながら曲げる、引きながら伸ばす、戻しながら曲げる。これを延々と繰り返していきます。こう戻して後ろに引く時にこの腕の重みで胸が伸びるのを感じていきましょう。同時に肩甲骨の内側の筋肉がほんの少し縮む感覚ですね。肩の後ろが縮む感覚で、腕の重みをちゃんと感じれるようにゆっくり大きく回していきます。時に後ろに引いた時にゆっくり回す、戻して伸ばして戻して伸ばして、こうやってね動かしてあげると二の腕痩せだけじゃなくて肩こり解消とか巻き肩改善にもすごく効果的です。大きくゆったりと動かしていきましょう。でぐる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 動かして反対側も同様に動かしていきます。左下横向き、左足伸ばして右足膝曲げて右肘を後ろに引きながら伸ばす、戻しながら曲げる、引きながら伸ばす、戻しながら曲げる、引きながら伸ばす、戻しながら曲げる、引きながら伸ばす、戻しながら曲げる。この筋肉はただほぐす伸ばすだけじゃなくて動かしてあげる、筋肉を伸び縮みさせてあげるとより緩みやすいです。さらに筋肉の伸び縮みによってこのリンパの流れが促されるので、こんな感じで動かしながら肘を曲げ伸ばししながら大きく動かしてあげると腕の脂肪むくみが取れやすくなってくれます。ぐる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 と普段こんなね動きしないと思うので、しっかりと大きく動かしながら緩めてあげてください。戻して曲げる、引きながら伸ばして戻して曲げる、引きながら伸ばして戻して曲げる。はーい、お疲れ様でした。よいしょ。ここまでやってあげるとすごいスーッと肩が開く感覚、二の腕周りがポカポカ温かくなる感覚があると思います。これを毎日続けてあげるとどんどん肩が開いて二の腕痩せしやすくなるので、ぜひ続けてみてください。でもっと短時間で二の腕痩せしたい方はこの二の腕痩せ筋リリースをやる。で肩甲骨周りが硬いとそれだけ二の腕に脂肪むくみが溜まりやすくなってしまうので、肩甲骨周りが硬い方、動かしにくい方はこの肩甲骨剥がしフォームローラーとか肩甲骨剥がしタオルエクササイズもやってみてください。では本日はご視聴どうもありがとうございました。僕のチャンネルではこんな感じでフォームローラーを使ったリリースダイエットの方法をご紹介しています。やり方は再生リストにまとめて概要欄に載せているので、よければご覧ください。あとインスタもやっていて、そちらではおすすめ動画紹介とか短時間にできるリリトレ、あとはフォロワーさん限定特典とかも用意しているので、よければ覗いてみてください。ではまた。